おはようございます。ミントです。みなです。7月22日水曜日、海外テックニュースです。今朝は7本お伝えします。トップは Google がサイバーセキュリティに特化した新しい AI モデルを発表したという話です。今日のラインナップです。 AI モデルの新発表から AI をめぐる企業内部の対立、ロボティクス業界の動き、そして身近なところでの AI のトラブルまで幅広くお届けします。それでは1本目からです。Yahoo テックによりますと Google は7月21日新しいジェミニモデルを3種類まとめて発表しました。コーディングやマルチモーダル機能を強化したジェミニ 3.6 フラッシュ、より安く使えるジェミニ 3.5 フラッシュライト、そしてサイバーセキュリティに特化したジェミニ 3.5 フラッシュサイバーです。このサイバーモデルはコードの脆弱性を検出し、内容を確認し修正することに特化していて、 Google の脆弱性自動修正エージェントコードメンダーの内部でも使われています。ただし発表の時点では政府機関や限定されたパートナーだけが使える段階だとしています。他社のモデルの名前まで出してうちの方が優れてるって言っちゃうんですね。アンソロピックは何か言い返してないんですか？ Google はブラウザなどで使われる JavaScript エンジン V8 を使った検証テストでサイバーモデルが55件の脆弱性を確認・発見し、通常のジェミニ 3.5 フラッシュの47件を上回った。さらにアンソロピックのクロードオーパス 4.6 は36件にとどまり、サイバーモデルは他のモデルが見つけられなかった問題を10件見つけたと自社の発表の中で主張しています。ただしこの比較はあくまで Google 自身が言ったテストの結果で、発表の時点でアンソロピックからの公式な反応は確認できていません。第三者による独立した検証結果もこの記事の時点では確認されていません。どんな基準で提供先を選ぶのか、一般向けの提供時期がいつになるのかもこの記事の時点ではまだ明らかにされていません。続いては AI プラットフォームをめぐるセキュリティの話です。ギングフェイス自身が7月16日公式ブログでセキュリティ侵害を公表しました。それによりますと、自律的に動く AI エージェントが悪用され、1回の週末だけで1万7000件を超える操作が実行されたということです。攻撃は悪意のあるデータセットを使ってコードを実行させる手口から始まり、サーバー内部へのアクセス、認証情報の摂取、社内クラスターへの侵入へと自動的に広がっていったとされています。ハギングフェイスは公開されているモデルやデータセット、それにスペースズと呼ばれる機能や配布経路そのものは改ざんされていないとしていますが、内部のデータセットとサービス用の認証情報は影響を受けたということです。取引先や顧客のデータにどこまで影響が及んだかはこの記事の時点でも評価が続いていて、まだ確定していません。自律的に動く AI エージェントが1回の週末だけで1万7000件も操作したなんてちょっと怖いです。ハギングフェイス側はこの攻撃をどうやって調べたんですか？フォーブズの取材によりますと、解析の過程で興味深い事情が明らかになっています。ハギングフェイスが攻撃の痕跡を解析しようとした際、商用の最先端 AI モデルの多くは安全のためのガードレール機能が働いて、攻撃に使われたコードやデータの処理そのものを拒否してしまったということです。そのため自社のインフラ上で動かせる中国発のオープンウェイトモデル GLM-5.2 を使わざるを得なかったと伝えられています。つまり防御側が使おうとした商用 AI の安全機能がかえって分析の妨げになったということです。攻撃側が実際に使った AI モデルが何だったのかはこの記事の時点では明らかにされていません。続いては AI 企業の内部で起きている対立の話です。 Yahoo ニュースが伝えたところによりますと、オープン AI の共同創業者でプレジデントを務めるブロックマン氏は今年のアメリカ中間選挙に向けて AI に好意的な候補者を支援する政治団体、いわゆるスーパー PAC に数千万ドル規模の資金を投じる方針を示しています。これに対し一部のオープン AI 社員が反対の声を上げ、対抗する形で独自の政治団体ガードレイルズアライアンスを立ち上げました。初期の資金規模は500万ドルで、そのうち21万5000ドル以上はオープン AI の社員自身が寄付したものだということです。オープン AI の研究者フアン・フェリペ・セロン・ウリベ氏は、寄付を決めるのは簡単だった。せっかくの研究成果が安全対策につながらないまま無駄になってしまうのではと心配していると語っています。ブロックマン氏とオープン AI はこの対抗する政治団体の設立にどう反応してるんですか？この件についてブロックマン氏やオープン AI からの公式なコメントはこの記事の時点では確認できていません。
AI 企業が政治献金を通じて政策形成に関わろうとする動き自体は今回に限った話ではありませんが、その資金の使い道について社内から公然と異議が出て対抗する政治団体まで作られるというのは珍しい展開です。この対立が今後会社の意思決定や社員との関係にどう影響していくのかはまだ分かっていません。続いてはロボティクス業界の動きです。 Yahoo ファイナンス掲載のクアルツ記事によりますと、サムスンはヒューマノイドロボットの開発を専門に扱う新しい部門 RX ロボティクスエクスペリエンスを設立しました。この部門は TM ロー最高経営責任者の直轄組織で、ロボティクス戦略チームを率いるのは以前 H ユンダイ自動車グループでボストンダイナミクスの監督も含めたロボティクス戦略を担当していたドングン氏です。サムスンは工場の現場から導入を始め、将来的には家庭や小売りの現場にもヒューマノイドロボットを広げていく計画で、研究開発の拠点をアメリカ、中国、日本に置く方針だとしています。サムスンはロボットメーカーのレインボー、ロボティクスの株式も保有していて、2024年末以降、筆頭株主になっています。家庭向けのヒューマノイドロボットは具体的にいつ頃になりそうなんですか？今年1月の決算説明会では、年内にヒューマノイドロボット分野で具体的な進展を示せる見通しだとサムスンは述べていました。ただ、実際にどんな製品がいつ発売されるのか、家庭向けの展開が具体的にいつになるのかは、この記事の時点ではまだ明らかにされていません。現時点で公表されているのは、組織の設立と展開方針までです。続いても、ヒューマノイドロボットの話です。フォーブズによりますと、ロンドンを拠点とするロボティクス企業 H ユマノイドはシリーズ A の資金調達で1億5200万ドル、日本円でおよそ230億円を調達し、評価額は13億5000万ドル、およそ2040億円に達しました。これまでの累計調達額は2億7000万ドルです。主要な投資家にはプライムムーバーズラブのほか、自動車部品大手のシェフラーやボッシュ、LVMH のアルノーカが関わるアグレベンチャーズなどが名を連ねています。ヒューマノイドは工場や物流現場向けの車輪型ヒューマノイドロボット HMND01 と複数のロボットをまとめて制御するソフトウェアキネット IQ を手掛けていて、シェフラーとは1000台規模の受注を、ボッシュとは5年間で10万台規模の生産体制を組む契約を結んでいるということです。評価額2040億円ってすごい金額ですけど、実際にちゃんと動く製品として使われ始めてるんですか？フォーブズによりますと、これまでに9件の実証実験を終えていて、実際の現場での試験導入は2026年後半に始まる計画だとしています。ヒューマノイドのアルテム・ソコロフ CEO は、これだけ短期間で達成した内容は通常なら10年かかるものだと述べています。ただし本格的な商用導入はまだこれからの段階で、実際の稼働実績についての詳しい数字はこの記事の時点では明らかにされていません。続いては AI による判定が実際に個人に影響を与えたという話です。Yahoo ニュースによりますと、アメリカインディアナ州でローカルニュースサイトザ・ブルーミングトニアンを運営する独立系ジャーナリストジェレミー・ホーガンさんの Facebook ページがメタ社の AI システムによって9日間にわたり停止されました。なりすまし行為の疑い、具体的には地域の声を装っている疑いがあるという理由でした。この停止によって有料購読者111人分の登録が消え、その月の支払いは返金され、復旧後も一部の収益化機能が使えないままだということです。ホーガンさんは去年このプラットフォームからおよそ1万1000ドルの収入を得ていました。 AI の判断で個人ジャーナリストの収入源が止まってしまうことがあるんですね。メタはこの停止についてちゃんと説明しているんですか？メタはなぜ停止したのか、なぜ7月20日に説明もなく復旧したのかについて取材にコメントしていません。Yahoo ニュースによりますと、似たような誤った停止はブラジルの新聞社でも起きていて、ニューヨークタイムズも正当なアカウントが AI によって誤って停止され、利用者が AI による不服申し立ての手続きに苦労しているケースが広がっていると報じています。今回のケースがどれくらいの規模で起きているものなのか、全体像はまだ明らかになっていません。最後は AI を研究に役立てる取り組みの話です。アンソロピックは7月20日公式ブログで希少な遺伝性疾患の研究に絞った AI for Science プログラムの新しい枠を発表しました。採択された研究者や創業間もないバイオテック企業には6ヶ月間で最大5万ドル分のクロード利用クレジットが提供されます。応募の締め切りは8月2日で、 AI を使って希少疾患への理解をどう変えられるか、研究者コミュニティを育てることが狙いだとしています。研究費が AI を使う権利という形でもらえるんですね。実際何人くらいが採択される予定なんですか？はい、現金ではなくクロードの利用クレジットという形での支援です。
具体的な採択人数はアンソロピックの発表では明らかにされていません。アンソロピックはこれまでにも希少疾患やこれまで採算は取りにくいとされてきた病気の研究に力を入れる姿勢を示してきていて、今回はその中でも希少疾患に絞った初めての公募という位置づけです。実際にどんな研究成果につながるかはこれから応募審査が進む段階のためまだ分かりません。今日お伝えするニュースは以上の7本です。今日は AI モデル同士の性能比較からプラットフォームを狙う自律型 AI エージェント、企業内部での意見対立、ヒューマノイドロボットをめぐる大型の動き、そして身近な個人に及んだ AI による判定まで盛りだくさんの一日でした。どのニュースも発表した側の言い分とまだ確認されていない部分を分けてみることが大事だという点は今日も共通していたかもしれません。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。